こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は湿地バイオームに入り浸り、羊毛やスライムボールなどの数々の建築材料を集めました。要するに田舎暮らしターンね。そして次はメサでの色付き粘土採掘ターン。早速出発してもいいのですが、その前に拠点で少々地味な作業をこなしてしまいます。つまりは地味ターンね。言うなれば拠点ターンです。現在ピラミッドは55層まで建築しており、今はその上10層分の建築材を一挙に集めているところです。このうち羊毛は準備完了、メサで入手できるのは3種類。そしてこれから行うのは残ったこれら5種類の準備というわけです。それらブロックが地味なのね。まあすでに材料が結構揃っているので、地味というのは作業のほとんどがクラフトや精錬などとなるからなんです。これでかまどは13スタックと36個が完成しました。なおこの数字は忘れると後々面倒なことになるので、プレイ前にしっかり頭に叩き込んでいました。さすがにかまどで頭を叩くと忘れないのね。そんなことした覚えはないのですけど。記憶が飛んでいるだけよ。さて次は粘土の精錬です。粘土は大量運搬の都合でブロック化していて、精錬時にバラにしないとなりません。まだいっぱい作業が残ってるので、サクサクこなしたいんですけど、墓穴掘ってる場合じゃないのに。一晩粘土の近くで突っ立っていたら、クリーパーがアイテム化してくれるわよ。私もアイテム化されてしまいます。ちなみに粘土は柔らかいので、焦って並べるとぐにゃっとした形になってしまうんです。それ粘土の硬さ関係あるの？方向を固定すれば綺麗に並べられますが、往復するのが面倒です。でも私もようやく気づきました。単に粘土加工の基本に忠実に、回転を利用すればよかったんです。ほらこんな綺麗な直方体に。そこまで言うなら円柱形に作りなさいよ。これはマイクラなので直方体に見えてますが、本当は円柱形なんです。さて精錬の仕掛けは終わり、次はドロッパーの準備です。とその前に、今後ガラスの消耗が激しくなるので、先々の分まで精錬を仕掛けます。で、久々にかまど64連装を回せて、実に満足です。ひょっとして全部回したかっただけじゃないの？いえそんなことは、まあぶっちゃけると石炭を消耗しておかないと、いつまで経っても義務を果たしに行きづらいんですよね。何の義務よ。さてお次は、最近クラフトがすっかり馴染んできたドロッパーを量産します。丸石の備蓄が減ってきたわね。チェストを畳むとなんだか企画が進んだ印象がありますよね。気のせいなんだけどね。で、ちらちらと見えていた以下がそろそろ気になるお年頃です。急にどうしたのよ。実は、ピラミッドに積む色の順番は、ウィキのブロック ID 表の順通りの予定で、黒の染料の出番は当分先であるのですが、計算したらイカスミは3スタックほど必要になることが分かりました。結構多いわね。生物ドロップの材料は集めにくいので、そろそろコツコツ集め始めた次第です。さて、ドロッパーも必要な数が揃いました。お次は橙色と黄色の色付きガラスの着手です。とか思っていたら油断してました。赤の染料が足りなさそう。最近よく使ってたものね。前の遠征の時にもっと集めておけばよかったです。さてピラミッドは1層ごとに8ブロックずつ減るので、必要な橙色のガラスは13スタックと12個。ただしガラスを染めるのは8ブロック単位なので少々増やして。あら、18個は8で割り切れたかしら。問題ありません。1分後には18割る8で2個余ることに気づきました。ご丁寧に示してみせたのね。言い訳すると、作業台9枠使うのでうっかり9個単位で計算してただけなんです。で、不足した赤い染料は42個と分かりました。拠点近場で集めてしまいます。
というわけで急遽花摘みをし始めたのですが、手で摘むべきか、水で摘むべきかに悩まされてしまいました。なんだかイラッとするわね。結論として、瞬時に地形を見定めて、最小回数の水で摘むのが私の理想スタイルです。そんなことどうでもいいわよ。さて改めて、これで橙色のガラスの準備は完了。で、この辺りで気分転換にメサに行ってきます。18÷8が割り切れなかったショックが大きかったのね。そんなんじゃないです。そして到着しました。やっぱりネザーワープは移動が楽ね。さて以前の採掘作業ですでに結構集めているし、手早くこなしてしまいます。で、採掘作業開始早々、効率強化5の耐久ゲージがなくなりました。そういえばすでに破損間際だったわね。ちなみにメサでの採掘予定数は約1万ブロック、耐久力3のツルハシの使用限界は約6000なので、メサの作業進捗はもう半分超えてます。そして16分後には黄色の色付き粘土の数が揃い、その3分後には橙色の色付き粘土も揃いました。目いっぱい型焼き粘土を詰め込んで、滞在時間20分少々でメサからおさらばです。メサターンがあっけなかったわね。さて帰ってきました。10種類の建築材集めはラストスパートです。ただここで新たな問題が浮上しました。ステーキの手持ちが残り9個しかありません。ステーキがなくなったらケーキを食べればいいのよ。普通に食べちゃってもいいのですけど。黄色の色付きガラスを揃えて、そしてこんがり焼き上げたレンガを集めて、レンガは食べれないから気をつけなさいね。知ってます。で、ピラミッド10層分の建築材のうち、レンガ約4スタック以外は全て集まりました。そういえば材料の粘土が少々足りてなかったわね。今から粘土集めにまた近場をうろつきますが、その際ついでに牛も買ってくる所存です。さてどうせ近場に出向くともなれば、ついでにサボテン回収をしてしまいます。色順で言えば黄色の次が黄緑色なので、割とすぐに緑の染料が必要になってくるんです。サボテンは何個必要なの？まあ8スタックもあれば十分なはずです。ピラミッド近くのサボテンはだいたい3段まで育ってて、割とサクサク集められるんですよね。粘土の方は多少の深さでも容赦せず、見つけたものを根こそぎ集めます。なお今回はインベントリに余裕があるので、ブロック化せずにバラの粘土のままで16スタック運べます。で、さらについでに黄色の染料も補充しようと、以前から目をつけていたひまわり草原にやってきました。ひまわりは1本で染料2つ作れるのでお得です。でも、まだ黄色の染料いるの？一言だけ言っておきます。いるかどうかプレイ開始前に調べるべきだったと。得てしてお得ってものはいらないものなのよね。さて、前回10種類の建築材を集め始めてから、ここでほぼ5時間経過しました。あと少しです。バラバラ粘土の精錬を仕掛けて、で、精錬中に粘土で磨き上げた円の動きを、石炭で湯飲みでも作るつもりなの？作れるわけないじゃないですか。そしてレンガが焼き上がる前に松明を量産しておいて、そしてついに、この先10層分の建築材、8320ブロックの全てが揃いました。それなりの量になったわね。まあスライムボールやサボテンなど、先々の材料を集めつつでなければもっと早かったと思います。あと粘土を前の遠征でもっと集めていればね。さて、さすがに力尽きてしまって建築までは手が回らず、今回はここまでとなりました。次回はまず雲を目指し、ピラミッドを10層伸ばして、時間が余ったら田舎暮らしです。なお直近では建築優先したいので、野戦はほどほどにして、羊毛集めに集中しようかなと思ってます。
つまり早めに雲の上に抜けたいのね。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。